皆さんこんばんは。リジェクトロトGの時戸でございます。本日はですね、カプコンカップ12が終わったばかりなんですけれども、もう一つの大きなイベント、バランス調整が、先日3月17日にやってまいりました。で、今回はね、全キャラに調整が入ったということなので、私に関わりのあるキャラを中心に調整直後の感想について語っていきたいと思います。まずはですね、現在のメインキャラ JP なんですが、B ハとチェーニ、JP の強さを支えると言っても過言ではないポータル設置。普段キャンセル不可能となっている通常技からでもキャンセル発動ができるようにしました。これはね、面白い調整だね。リーチの長いね、立ち中パンとか、下段でリーチの長いしゃがみ中キックから発動してでコンボが狙えるようになったっていうので、 B ハート設置中はこれは明確に面白くもなったし強くなったと。僕ね B ハート全然設置してからいい状況を作ることができてなかったので、この調整はありがとうございます。前投げ、画面端にいる状態で相手に投げを決めても一定の距離下がると、剣みたいになった感じだね。前ダッシュして、プラス1ということで、前回の置き攻めがね、もうとにかく強かったから、このキャラは。昔の剣も似たような状況だったんですよ。前投げしてもう近くて置き攻めも何でもできますっていう状態だったんだけど、JP はさらにガードさせて有利を取ることもできる大攻撃を持ってるんです。立ち大キックね。それも思う存分重ねることができたんですが、今回の調整で、距離が離れることになったため、そういった置き攻めがね、やりにくくなったと。これはね、面白くなったところだとは思う。前はね、前投げした後結構もうやること決まっちゃってたから、今回はこの状況でいろんなところを、考えなきゃいけなくなったから、でもここら辺はそんなもんなのかな。今完全柔道ができるキャラって、立ち回りが結構制限があったりとか体力が少なかったりとか、そういうキャラが多かったんで、 JP はね、中央の立ち回りとかめちゃくちゃ強いキャラなんで、前投げの後はいろいろ工夫してくださいねということでございます。立ち強キックが、ドライブゲージ減少量が6000から4000になりました。これね、ちょっとね、6000やりすぎだなと思ってたんですよね。大攻撃って大体の技は5000かなと思ってました。 JP はガードさせてさらに有利に持っていける技が6000だったっていうのは、これはお得な技だなと思って使ったんですが、ここはねしっかりと、6000から4000に変更されて、でドライブゲージの減少量っていうのは、見た目以上に多分対戦で効いてきてて、前だったらベガの膝有利取れる技、あれが確か5000から3000だったのかな。そのおかげでね、なかなかドライブ枯渇しないなと思えるようになったりとか、受け手はでも使用感に変更はないので面白さは変わってないということで、そしてこの次でございます。しゃがみ中パンチが動作終了9フレ前から消失していた体部分のやられ判定を硬直終了まで残るように変更しました。そうだよね。この技は本当に頼りにもしてた技ですし、硬直自体が伸びなかったのがそこは許されたかなと思いますが、これがどうなるか、ちょっとしたらね、これが一番僕の戦い方だと一番変わったなと思うところかもしれません。まだそこまで対戦できてないんでね、これからじっくり対戦の方もやって、分かっていきたいと思います。今回のこの JP の調整を受けての感想なんですが、全然強いと思います。まだ前投げの調整は結構、痛いかなと思うんですが、 B ハトの調整もキャンセルで発動可能っていうのは強いですし、この調整はすごいね、面白い調整だなと思うので、何よりもやっぱりモチベーション、新しい調整を受けて、これ面白そうだな、まだまだ伸ばせるなと思えるのが多分ね、一番のその強化じゃないかなと思うので、なのでこの調整は良かったということでございます。まだまだ強いキャラだと思います。そして、僕のサブキャラとなってしまったですね、剣についても見ていきましょう。しゃがみ大パンチ
キャンセルしての強靭雷にドライブインパクトが確定しなくなった。これ嬉しいな。よく使ってたんだよな。しゃがみ大パン強靭雷。相手に与える硬直が大きくなった。かつ、ドライブゲージを削るようにしたと。これはいいですね。風釜蹴り。陣雷脚中に前ジャックキック。ダメージやカウンターヒット時の状況を良くして少しリターンを上げています。こりゃそうだよね。あれだってさ、あまりにもって感じでしたよ。風釜蹴りに関して言えば。まず剣が受けたこの陣雷の3つの調整というのがありまして、中陣雷脚をガード後に反撃されやすくなった。そしてさらに陣雷脚をガードさせた後、並びに風釜蹴りをガードさせた時のドライブゲージの削る量がなんと、30% から 20% になったと。66% でございます。さらにこの風釜蹴りの、ヒットした際に前はコンボがいけたんですがダウンするようになり、状況によっては置き詰めもいけないと。これが、若干改善されていると。ダメージを、100上げてダウン時間を増やし、その場ダウンにするようにしたと。置き攻めがしっかりできるようになったということだね。まだだね。これはまだです。言うなれば今までタダだったものが6000円になったって言われて、それがやっぱり5000円にしますって言われたような感じ。ここはもうちょっと行こう。カウンターでコンボだけ行こう。もしくはドライブゲージ削りだな。疾風陣雷脚。カウンターパニカンした際にダメージが増加するようにしました。SA は基本的にカウンターパニッシュカウンターしてもダメージが当たらない仕様になっていますが、この技は無敵技がなく割り込み等に使えないことを考慮した上で、攻撃発生の速さを生かした反撃技としての価値を上げる調整となります。これはいい調整です。確かに2800がカウンターパニカになって3360まで伸びることになったんだね。剣はこれ僕の使い方だと本当にね SA ゲージの使い方困っちゃう。1をコンボで使うと絶対に入れ替わっちゃうし、で2もコンボで最後に決めるほどかという感じで3に回しがちになっちゃったんですが、この2の価値が、反撃限定ですけど上がるっていうのは非常にありがたいことだと思います。でこの次は剣の SA1 あれを当てた後に選べるようにしてください。どっちに剣が行くか。ラシードみたいなのでも全然いいです。コンボで最後になった後は、入れ替わらなくなるとか、それお願いしますよ。立ち中キックの指導補正 20% 撤廃。これじゃダメージさらに出るんだ。で SA キャンセル可能はでも守りがさらに強くなるのか。バンアウト中のなかなかいいもんもらってますね。僕も剣はキャラによっては全然まだ出すキャラですので、この調整は全体的に嬉しい調整かなと思います。面白い要素も増えてるしね。そして、この調整を踏まえての私のメインキャラは JP です。これはね、この調整だったらまだ JP 面白そうだなと思えるので JP で行かせていただきます。てかね、調整リストを紙で見ても僕はね正直あんまりわからない派。実際にやっぱり対戦もしてみてトレモとかもしてみて変更リストを見てのイメージと実践とを行ったり来たりしてみて決めるものだと思うので、この調整だとJP をまだまだ使っていきたいなと思うということであります。で他に気になったところで言うとどうなんだろうな。てかまだ全部見たわけじゃないから何とも言えないんですけど、強かったキャラだよね。ブランカとかは一番大きいのは、SA2 中のドライブゲージの減少量か。それが、少なくなったと。まだでも結構強そうだけどな。あとはエド、しゃがみ中継、しゃがみ台形、サイコフリッカーか。あとドリームが 50%。50% までいくとコンボ食らっている側は 60% 増えるから受けてる側の方がゲージが増えるようになると
まあでもこれまだ強いっしょ。フードとかはまだまだ全然勝つと思うけどな。前は課長戦、ため課長がだいぶ変わったのかな。でもなんかその龍炎部が強くなったりとかで、ユウトなんかは結構喜んで使ってたけどな。3月17日の夕方に対戦しましたけど、まあやったりましたけどね、僕の JP で。だ全体的に見てて思ったのは、前のバージョンのキャラクターバランスを大幅に変えるようなものではなかったのかなと思います。なので前のバージョンで満足いってた人、自分のキャラを使うのに満足いってた人はなんかそのまま使い続けるんじゃないかなと、全体的に。で前のバージョンでちょっとなんか我慢しながら使ってた人は、この調整を受けて、変えるのかなとか、そういった、印象を受けた、調整でございますと。でもその今プロになるプレイヤーも増えてきて、でやっぱりプロって勝ってなんぼなところはあるので、自分の使ってるキャラが強いか弱いかっていうのは非常に重要な要素なので、今までね結構そこに時間も費やしたし、その時間で思い入れもついてくると思うから、その調整内容によってはそれを手放して新しく心機一転ね、ネジ巻き直してやらなきゃいけないと時もあるというのが、これもまたプロの仕事のうちでございますな。ということで、今のところは、JP で、頑張らさせていただきたいなと思っております。で次回大会出場予定は3月28日29日にですね、広島にて行われるボルテージカップなんですが、そこで C バージョンに対応した JP をお見せできるよう仕上げていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。また。